皆さん、こんにちは。さすがプロダクションイラストチャンネルです。今回はレイヤーの基本について徹底解説していきます。よくレイヤーって聞くけど、どのような仕組みなんだろう。なんだか難しいイメージがあるんだよね。フォトショップを代表とするペイントアプリを初めて触れる方が一番最初に悩まれている部分がまさにここになり、理解が難しい、敷居が高いというイメージが先行してフォトショップを使うのをやめてしまう原因の一つにもなっています。ですが、実はレイヤーの考え方はとてもシンプルですので、ぜひこの動画を最後までご覧いただいて、最初のハードルを突破する力になれたら嬉しいです。今回、レイヤーについて大きく5つに分けて解説していきます。1つ目は、レイヤーをしろ。2つ目は、レイヤーを分けるメリット。3つ目は、レイヤーを分けるデメリット。4つ目は、レイヤーをうまく管理したい。5つ目は、他にも知りたい操作。一例、それでは、1つずつ解説を行います。レイヤーは写真やイラスト、文字などを下から順に重ねることによって1枚の絵として表現が成り立っていきます。いわば透明なフィルムを重ねていくイメージになります。アナログで言えば、かつてアニメを制作していた時に使用されていたセル画が今でいうレイヤーと同じ考えになります。セル画も1色ごとにセルを重ねて一番先頭に線画を乗せる手法になり、リアルタイムで1990年代までのアニメを見ていた方やセル画をご存知の方には馴染みやすいと思います。このレイヤーは重ねる順番がとても大事で、重ねる順番を変えることでレイヤーの見え方が変わったり表示できなかったりしますので、1枚の絵として完成させるにはレイヤーを重ねる順番がとても重要になります。このような図の通り、基本的に Photoshop ではレイヤーを分けて作業を行うことになります。この3枚から成り立つレイヤーを1枚のレイヤーとして扱いたいという場合は、レイヤーを結合というコマンドがあります。文字以外の写真やイラストのレイヤーを選択して、右クリック、表示にある表示レイヤーを結合を選択すると、1つのレイヤーへ結合されました。新規でレイヤーを追加したい場合は、レイヤーウィンドウの下にあるプラスを押すと、1枚レイヤーが追加されます。また、テキストを加えたい場合や、調整レイヤーを追加したい場合は、それぞれ1枚として扱い、新規でレイヤーを追加する必要がございませんので、ご安心ください。レイヤーを削除したい場合は、削除したいレイヤーを選択して、ゴミ箱までドラッグすると、削除することができます。また、右クリックして、レイヤーを削除を選択すると、レイヤーが削除されます。同様に、レイヤーを選択して右クリック、レイヤーを複製を選択すると、レイヤーが複製されます。レイヤーの表示、非表示にさせたい場合は、レイヤーの横にある目が描かれているアイコンをクリックすると、非表示にもう一度クリックすると、レイヤーが表示されます。このレイヤーですが、いくつか種類があり、大きく分けて4つに分類されます。1つ目は、透明レイヤー。新規でレイヤーを追加された際に作成される、このグレーの縞模様のようなレイヤーが、透明レイヤーになります。この透明レイヤーと、キャラクターが配置することで、キャラクターの透過済みとなり、コピー、ペーストして、様々な場面で使うことができます。2つ目は、テキストレイヤー。すでにここにある文字が表示されているレイヤーが、テキストレイヤーになります。テキストツールを選択し、カンバス内にクリックすると、文字の入力を行うことができます。テキストレイヤーは、新規でテキストレイヤーとして追加されますので、あらかじめレイヤーを新規で追加する必要がない項目になります。3つ目は、シェイプレイヤー。図形を描く、シェイクツールというツールで描いたレイヤーは、レイヤーのサムネイルの右下に四角の図形が追加されたレイヤーがシェイプレイヤーとなります。絵を描く際に必要なブラシツールなどと扱い方が変わり、シェイプレイヤーの上でブラシで描くことができず、シェイプのプロパティという別のウィンドウから図形の中身や線の色を変更することができます。4つ目は、調整レイヤー。調整レイヤーとは、トーンカーブや明るさ、コントラストなど、色の明るさや色味などを調整するレイヤーになります。レイヤーウィンドウの下にある丸い白と黒のアイコンを押すと、パターンの下からずらりと表示されるたくさんの項目が表示されます。適用したい項目を選ぶと、レイヤーとして調整できるパネルが追加されます。調整するグラフや数字などが表示されますので、操作を行って明るさや色味など調整を行います。Photoshop を使う際に非常にお世話になる項目になりますので、別の機会で動画で解説を行っていきます。基本的にレイヤーを分けて作業を行うとお伝えいたしましたが、なぜレイヤーを分けるのか、
詳しく解説いたします。レイヤーを分けるメリットはとても大きく、基本的に Photoshop で作業を行う際はレイヤーを分けていく必要があります。なんといっても最大のメリットはやり直しが効く、これにつきます。よく行う方法が線画のパーツ分けや色を1色ずつレイヤーを分けて塗っていく方法になります。線画は髪、瞳、体、服などを分けて描いていくと、それぞれに修正が必要な場合はレイヤーを追加して書き直しを行ったり、線がはみ出した部分を簡単に消しゴムツールで消すことができます。このようにそれぞれのパーツをレイヤーで分けることによりレイヤーの管理がしやすくなるのも大きなメリットになります。他には一つのレイヤーにフィルターや調整レイヤーを加えることもできたりと、いざ使ってみるととても便利です。レイヤーを増やしていくと、パーツをクリックしたつもりが違うレイヤーを選択してしまうといった誤動作が起こりがちになります。また表示がごちゃごちゃになりますので、レイヤーに名前を付けてもあれと手が止まることもあります。これではせっかく作業しても余計に効率が悪そう。でも大丈夫。次はレイヤーをうまく管理する方法について解説していきます。レイヤーをうまく管理する方法として3つお伝えします。1つ目はレイヤーのロックです。パーツをクリックしたい際に起こるクリックの誤動作を防ぐ方法としてとても有効的です。レイヤーをロックする方法は、ロックしたいレイヤーを選択し、レイヤーウィンドウの上にある鍵のアイコンをクリックするとロックがかかり、ロックを解除したい場合はもう一度鍵のアイコンをクリックすることで解除されます。一度配置したら固定するレイヤーに対してロックをかけるとクリックの誤動作を防ぐことができます。面積が大きい背景のレイヤーだけでもロックをかけるだけで大きな効果が得られます。2つ目はフォルダに格納です。線画のパーツ分けや色の下地塗り、影塗り、ハイライトと1色ごとに塗り分けるとレイヤーの数がどうしても多くなり管理が難しくなります。このような時にはレイヤーウィンドウの下にあるフォルダのアイコンをクリックすると選択したレイヤーの上にフォルダが追加されます。ドラッグしてフォルダに格納するとレイヤーの表示がすっきりしました。また中身を確認したい場合はフォルダのアイコンをクリックすると中身を確認することができます。3つ目はサムネイルの大きさを変えるです。レイヤーの表示がもっと大きくできないかな。確かにレイヤーの表示が小さいと見えづらかったりしますよね。そんな時はレイヤーのサムネイルにカーソルを合わせて右クリック、サムネイル小、サムネイル中、サムネイル大という項目が現れますので、お好みの大きさへ変更していきましょう。最後にレイヤーの基本操作で他にも知ってほしい項目を2つお伝えします。1つ目は不透明度の変更方法です。レイヤーを透明に近づけて表現する際に使う方法になり、レイヤーウィンドウの右上にある不透明度の操作パネルのスライダーで不透明度を調整します。不透明度の数字が小さいほど透明度が増していきます。2つ目は描画モードです。レイヤーウィンドウの右上にある通常と書かれているパネルがレイヤーの描画モードを設定するパネルになります。パネルをクリックするとビザ合成、乗算などたくさんのモードが表示されますので、いずれかへ選択するとレイヤーの描画が変更されます。よく使うモードは乗算、オーバーリー、スクリーンなどいくつかに限定されますが、基本操作を習得する段階では操作方法だけ軽く覚えるくらいで問題ございません。レイヤーの基本についての解説はいかがでしたか？Photoshopを操作する上で基本になるレイヤーの仕組みを理解することからPhotoshopデビューの第一歩になります。デジタルはやり直しが簡単にできますので、レイヤーの基本を習得して描きたい絵をどんどん描いてスキルを少しずつ身につける方法がとても確実です。この動画を見ながらレイヤーの基本を習得いただければ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。